皆さんこんにちは。今まで話してなかったことをね、今日は話そうかなと思っています。過去のね、自分の被害についてなんですけど、率直に言うと、性被害みたいなものをね、受けましたね。もう結構前なんです。で、その受けた被害っていうのはまだ時効にもなっていなくて、で、時々ね、やっぱり思い出して、すごい嫌な思いになったりとか、夢に出てきてすごい不快になったりとか、もう怖いトラウマみたいになっていることが実はあって、でそれをもうほとんど全ての人に言えたことはなかったんですよ。一応ね、言った人はね一人いたんだけど、今回なんでこの動画を撮ろうかなって思ったのかというと、やっぱり決別したいというか克服したいっていう気持ちがあって、でそれで自分の中ではね、何かを克服する、乗り越えるっていう時は話すこと、人に話して、で自分が話せるような状態になることっていうのがすごい大事なことだと思っていて、これが一つの区切りになる、そうなったらいいなと思ってこの動画をね撮ることにしました。本当にこれはもう何年も前の話です。で、僕が会社で働いていた時に結構ね、有名な会社で本当にね、能力がある人がすごい集まってるような会社で、収入もね悪くなかった、そういう会社だったんですよね。でね、ただ結構ね、これから事業拡大してすごい大きくなるっていう風な会社で、まだ社内のルールみたいなものがねそんなにしっかり構築されてなかった。で、幼稚だった。はっきり言ってすごい幼稚な会社でした。あのビジネスモデルとか素晴らしかったし、能力ある人はたくさんいたんだけど、でも実際その一人一人はどうなのかっていうと、なんだろうな、大学生のノリで仕事を続けてるような、そういう感じの人が多かったかなっていう風な印象です。もちろんそうじゃない人もたくさんいたけどね。で、会社の飲み会があって、でそれに参加した時にだいたい30人から40人ぐらい来たんですよね。でその飲み会で本当に悪乗りする人たちが多くて、その飲み会はフロアを貸し切っていて、でそこで目の前にね、みんなの目の前に立たされて、で188センチぐらいのねすごい大きな人とねキスをしろって言われたんですよ。男性です。それ男性でした。で別にね、僕ゲイじゃないんですよ。だから男性に対して恋愛感情とか持ってないし、もちろんね、そういうキスとか抵抗はありますよ。だから拒絶しました。嫌だと。だけれどそのね会社の飲み会はそれを許してくれなかったんだよね。ノリ悪みたいな、はあみたいな感じですごい言われて、でとりあえず目の前立てよっていう風に言われて立たされて、で僕はね嫌だったから何もしなかったんだよね。でそしたらなんかしらけるわとか言われて、で目の前で188センチぐらいの人が僕の目の前に立って、で僕の肩をねガシッて思いっきり掴んで、で僕にね無理やりキスをしてきたんだよね。でそれがだいたい30秒ぐらいずっとキスされて、で舌もね僕の口の中にずっと何回も入れてきてね、でそれが本当に気持ち悪くて恐怖だったんだよね。あの今こうやって少し冷静に話してるけど、何回も泣きましたよ。トラウマで思い出して気持ち悪くて吐きそうになって、何回もね、何回も繰り返しました、それを。でその時ね、会社の人たち、30人から40人参加したって言ったと思うんですけど、でそのうちの何人かはね動画とか写真も撮ってました。だからその記録もね残ってるだろうし、会社ですごい拡散されたんじゃないかなっていうふうにも思ってます。でやっぱりそういうのってさ、
しんどいじゃないですか。それからね、僕がどうなったのかっていうと、一時期男性と2人でどこかに行く、もちろん友達以外のね初めて会う男性とどっか遊びに行くとかもちょっと怖いなって思うことありましたよ。それだけじゃなくて、例えば僕ゲイの友達とかもいるんですよ。でもちろんそのゲイの友達っていうのは僕に好意がないけれど、だけれどもしその男性が好意を持ったらどうしようって思ったこともありますよ。だからやっぱトラウマだと思うんですよね、これって。で、僕の YouTube の視聴者さんも Instagram とか TikTok の視聴者さんも結構ゲイの方がねいるみたいなんですよね。反応を見てると僕に対するコメントとかを見てると、そういう方がいるみたいなんですよ。で、僕ね全くそれに対して偏見がないんです。最初にはっきりさせておきます。で、僕は同性愛とかに全く偏見がありません。僕ね、ニューヨークでなんかね、同性愛の人たちのなんだろうな、道みたいのがあったんだよね。レインボーの道とかあったりとかして、でそういうの見た時も何にも偏見なかったし、日本と比べると海外の方がね同性愛者って多いと思うんですよね。見てると何にも偏見ない。でそういうふうに僕は今でも思ってます。だけれどね、やっぱり過去のああいう経験とかをすると、その同性愛の方と一緒に例えば僕がご飯に行った時に何か僕に起こるんじゃないかなっていうふうに不安になることもやっぱあるんですよ。でそれはあの経験があったからじゃないかなって思うし、やっぱトラウマなのかなって思うんですよね。で、僕はね今まで警察とかにね相談したことはなかったんですよね。でなんでかっていうと、僕が働いてた時、もし警察に相談したら、会社でね何か大事になって、でまた会社の人たちに何かされるんじゃないかっていうふうに思ったこともあるし、で僕が辞めた後は僕の元婚約者がそこの会社で働いてたんですよ。だからもし僕がそこで何かをアクションを起こしたら迷惑かかるじゃないですか。何か問題が起こるかもしれないじゃないですか。だから僕はずっと今までアクションを起こさなかった。で、なぜ今回警察に行ったのかっていうと、最近もねちょっと思い出しちゃって、すごい嫌な気持ちになって、気持ち悪くなっちゃって、でそれでちょっと警察署に行く用事があったから、そのついでに相談したんですよ。でそしたら当時の状況だとかいろいろ事細かく聞かれて、それでねもう思い出して、もう本当に、ね、涙出てきちゃって、すごい辛かったんですよね。で警察の人がね言うには、まず飲み会の席で僕とその人がキスとかをねすることを強要したっていうのは、明確な強要罪にあたるということで、それに関してはねもう時効が成立してしまってるみたいなんですよね。でただキスした人で、その人っていうのは会社の人たちに言われてやったからだとしても、実際にやったのはその人で、乗り気でやってしまった以上はその人が不同意わいせつっていう罪に問われることになるみたいなんですよね。で、僕自身は正直嫌でした、本当に。でその人にされたこと嫌だったし、しんどかったんだよね。なんだけど不同意わいせつってさ、ものすごい大きい罪なの今。もしそれで捕まったら本当に大変な罪になるの。でその人って今ね家族もいるし、子供いるのか知らないけど家庭があるわけでしょ。で罪に問われたらどうなるか。まず大きな資格持ってるから、それも失うかもしれないよね。家庭も失うかもしれないよね。でその人はノリノリでやってたけど、会社からああいう雰囲気を作られてやったっていうことには変わりはないと僕は思ってて、だからそれなのに僕が警察に被害届を出して彼が逮捕されるっていうのはちょっとかわいそうかなって思ったんですよね。許せないけど、でも警察に捕まるのはかわいそうじゃないですか。
家族もいるし。だからあの時ね警察署で話してて本当にまた苦しいなしんどいなって、むしろ怒りとかもねすごい込み上げてきたんだけど、でもなんかどうしてもね自分のことよりも相手のそのね加害者のことを考えるとかわいそうだなって思って、でそれでまだね時効何年かあるからいつでも僕は警察に被害届出せるんだけど、でもやめようかなって思ってるんですよね。やっぱりもし自分が自分の心の中でそれをしっかりと清算することができれば、誰も辛い思いこれ以上することなくみんな普通に生活できるわけですから、じゃあ僕が過去のこの経験を乗り越えて、で普通にね同性同士の人と初対面の人でも何も緊張感なく接することができるようになれば大丈夫なんじゃないって思うし、そこは自分が乗り越えていきたいなと思って、でこういう動画を作る、こういうことを話すっていうのはそのきっかけになるんじゃないかなと思って今ねこの話をしています。やっぱり辛かったな本当にあの時は何回も思い出したよ。繰り返し言うけれど30秒ぐらいのね濃厚なディープキスでしたよ。で人前で40人ぐらいいる中で動画も撮られて、最悪だよねこれって。これ本当にもし警察に僕が行ったらニュースになると思う。結構今大きい会社だしね間違いなくニュースになる。そういうレベルのことだと思うけど、だけどこれ以上の犯罪を受けた人が世の中にはいるわけでしょ。本当に考えられないぐらい傷ついてると思うんだよねそれって。だからね本当にね人の気持ちを考えられない人っていうのはねありえないと僕は思うよ。例えばねこれだけじゃなくてインスタグラムとか YouTube とか TikTok とかで僕にたまにね結構攻撃的なコメントを書いてくる人もねいるんですよ。90% 以上はやっぱり温かいコメントなんだけど、時々ねぐさっとくるような痛みを感じるようなコメントを書いてくる人がいるの。でもそれってさその時思ったその人の気持ちかもしれないけど、後から僕が読んだ時に僕がどういう気持ちするのかっていうのを考えてないよね。それって人としてどうなのって僕は思うんですよ。人の気持ちを考えられない、一歩立ち止まってこれを発言したら人がどう思うのかっていうことを考えられない。でそういう人は本当に子供だね。で僕はそう思う。幼稚だと思うし成熟してないと思うし、で今までね僕は結構自分の意見だったとしてもあんまり強い発言ってしてこなかったんだけど、でもちゃんと気持ちは伝えたいこれからは。だからしっかり言わせてもらうけれど、人の気持ちを考えられない人っていうのは本当に最低だと思う。僕は本当にそう思っています。それはどんな形であっても、例えば付き合っているパートナーに対しても、結婚しているパートナーに対しても、例えば子供がいる人は子供に対しても、職場の同僚に対しても友達に対しても、相手の気持ちを考えて喋れないとダメだよねって僕は強く思います。本当に本当に思います。なんか当時のね自分が受けた犯罪の話からはね少しそれたかもしれないけど、でもこういうことってね本当に大事だと思うから、だからね僕の視聴者っていうのはね本当に優しい人が多いからみんな大丈夫だと思うけど、だけど人がどう思うのかっていうのはねちゃんと考えて行動しないとダメだよねって思います。で僕はね今日この動画を作ってで乗り越えていきたい。過去のトラウマ本当に乗り越えていきたいって思う。だからこの動画を作ったし、全然大した話じゃないじゃんっていうふうにね思った人もいるかもしれない、もしかしたら。だけど僕にとっては本当に辛いことだったんだよね。だから乗り越えていけるように頑張りたいと思います。できればねこういうふうに辛い思いする人がね世の中からいなくなったらいいなと思います。でこんなつまらない動画をね最後まで見てくれてありがとうございます。他にも本当に今までこの1ヶ月2ヶ月僕が作った動画見てくれたりとか、
あとは最近チャンネルメンバーシップ入ってくれた人もいたし、本当にありがとうございます。皆さんのサポートがあって僕はね、YouTube とかいろんなクリエイターとしての活動を続けられるので、今後もいろいろ頑張っていきたいと思います。もしかしたらね、来月はシンガポールで、再来月はアメリカにね行くかもしれないので、もしそうなったらまたお知らせしたいと思います。今回の動画を見てくれてありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。ではまた。